皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今年は暖冬という割には畑の桜は今が満開でとても綺麗に咲いています。河津桜とは少し違う品種の桜のようで、咲く時期がずれていて長く桜が楽しめています。そして日中の気温が20度を超える日が続いているので、畑横の多肉たちの様子を見に来ました。ばらまいた虹の玉のはざしこちゃんたちはまだ芽が出ていませんでした。それにしてもこの雑草、少し前に抜いたばかりなのにまたたくさんの雑草が生えてきていました。地植えにしたブロウメアナです。ブロウメアナの周りにも雑草が生えていました。これは秋麗かな。こうして地面をよく見てみると、雑草に混じってところどころスノープリンセスが生えていました。虹の玉もしっかり根付いて、植え付けした時よりも少し大きくなっているみたいです。おぼろ月には白い花が咲いていました。今は雑草を抜くのが大変ですが、この場所を多肉でいっぱいにするのが私の夢です。少しずつ10円にする多肉を増やしていきたいと思っています。10円にしたらよく育つなんていう多肉がありましたら、ぜひ教えてくださいね。そしてフェンス横に植え付けた花の苗も大きく育ち、つぼみがつき始めています。これはヤグルマソウです。白い花を咲かせているのはスノーボールです。花が長く楽しめます。ご近所さんにいただいたピンク色のカスミソウもつぼみをつけ始めていました。そして今年もやられてしまいました。昨日野菜を収穫しに行こうと思い、この場所を通ると地面に穴が開いているのを見つけて気がつきました。ここに植わっていたのは芝桜です。根こそぎなくなっていました。まさか今年もやられるとは思ってもいなかったので、とても残念です。この日はお天気が良かったため、久しぶりにオーニングを下ろしました。っていうか最近オーニングを下ろすのをすっかり忘れていて、多肉が焦げ始めてしまっていました。ビニールハウスの中もオーニングを下ろしているのに29度もあり、こうして枯れてしまう多肉も出てきています。なのでそろそろビニールハウスのビニールも外しておかないと。実はこのマリアも少し前から調子を崩していたんですが、やはりダメだったようです。マリアはこの時期の管理でいつも失敗してしまいます。そしてこのマリアは残念ながら完全に成長点までダメになってしまっていました。そういえばホームセンターで見切り品で購入したマリアはどこへ行ったのやら、今度探しておきますね。そしてもう一つ、クリスペートビューティーの親株が一つだけバラバラに樹れていました。バラバラになったこの葉は葉ざしできるかな。このまま
様子を見ることにします。株分けしたクリスペートビューティーたちはとりあえず元気そうですね。こっちにももう一つ。このあざしっこちゃんは枯れていました。クリスペートビューティーたちも大きく育ってくれることを願っています。そしてもう一つ株分けしたこの子持ちレンゲたちも元気にランナーを伸ばしていました。天気が悪い日が続いていたため少し徒長気味ですね。そしてその隣はマクドガリー×ラウレンシスです。今水持ちのいい土と水はけのいい土でどう成長に違いが出るのか実験中です。今のところこれといった変化はありませんが、どう変化していくのか楽しみです。多肉棚を見回していくとまた見つけてしまいました。この多肉ちゃんも食べそうです。そしてここにも多分これは石化の高砂の翁かな。これは後で植え替えですね。そして前回の動画でもしかしたら茎が折れてしまうかもと言っていた花の咲いたアデ姿ですが、やはり茎がポキッと折れていました。これは花の重みに茎が耐えれなかったようです。花といえばいつも七福神や虹の玉をいただくお母さんにこの花の苗をいただいてきました。花の名前は全然わからないのでこの花の名前はわかりませんが、スノーボールと一緒に植えているムスカリが咲き終わったのでこの鉢に植え付けようと思っています。最近は畑横で花の苗も育てていたので花の可愛さにも目覚めてしまい、最近ではこうして多肉の他にもいろいろと花が咲く植物を育て始めました。この花も名前はわかりませんが、次から次へと花を咲かせて楽しませてくれています。皆さんは多肉植物の他にどんな植物を育てていますか？そして嬉しいご報告があります。去年ぶどうの枝をいただいて、それを土に挿しておいたものですが、一本だけ新芽を出していました。うまく育てられるかはわかりませんが、とりあえず根付いたようです。なぜだかこんなところに紅ちごとグリーンネックレスが落ちていました。植えるところがなくて、とりあえずここに植え付けていた虹の玉もしっかり根付いてくれているようです。一緒に植わっているこのアイビーにも新しい葉が出てきていました。そして今回ここに植わっていた七福神を別の鉢に植え替えしました。西日の当たらない壁の横に鉢を置いてみました。この場所は朝日は当たりますが、暑い日中には影になるため、七福神が蒸れなくて済むかなと思い、この場所に置いてみました。様子を見ながら置き場所を考えていく予定です。隣に置いているのはミルクブッシュです。
このミルクブッシュですが、日差しが強いせいか枝先が枯れてしまっていました。ビニールハウス横の作業台の上には、植え替えしたサボテンや少し前に購入したフィンガーライム、このセダム、これは森村万年草かな。小さな新芽をたくさん出していた見せ場屋もいつの間にかこんなに大きくなっていました。土をよーく見てみると小さな芽がたくさん出てきています。見せ場屋の新芽と混じってここにも雑草が生えてきていました。この場所は西日が一番当たる場所です。朝たっぷり水やりしてもすぐに土が乾いてしまいます。この小さな芽が育ってからまた土を足そうと思っているところです。奥はローズマリーです。少し前に植え替えしました。葉を触るだけでとてもいい匂いがして癒されますね。この小さな苗は迎えのお母さんにいただいた柏葉アジサイです。はい、ということで今日の動画はちょっとした事件のご報告とその他いろいろご紹介していきました。いかがだったでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。